お父さんが育ててくれたから作ってくれてたお弁当みたいなのをイメージで作ってます。それ単体で何個でもいけるぐらい。これはうちの92のおばあちゃんが毎年つけてくれてるんですよ。雰囲気もすごく良くて、こう本当に仕事で病んでしまう、救われた瞬間があったんですよ。おはようございます。おはようございます。それ何持ってるんですか今？これは買ってきた材料です。はい、よいしょ。はい、どうぞ。本当に、日本酒飲んでいいですか？勘弁してください。ここに餌をあげます。なんか尾道はみんなで猫を可愛がってて、じゃあちょっと寒いんでそう鰹節が沈んだら取り出します。あるんで、お弁当も作っていきます。水素水でお米を炊くようにしてます。水素が流れてるっていう合図でなんか音楽が鳴るんですけど、なぜかアンパンマンなんですよ。アンパンマンは OK なんです。十分。なんかどうせ撮ってもらうんならね。よいしょ。なんかシューマイができました。開けます。お弁当のおかずになります。これの様子を見ながら。でも本当ザッツライスさん可愛いですもんね。なんかいいですか？やめちゃってそっちのもう一個の方が忙しくなっちゃってね。大変ですよ。味を染み込みやすくするためにしてるんですけど、結構お客さんになんか褒めてもらえて、丁寧に入ってるって、でもこれなんですっていう。まあでも結構もうお年でしたもんね。6でボケてますもんね。あるけ今日めっちゃやっぱもうないですね。どんどん新しく若いお母さん出てくるんで。
作るのとお弁当にも入れます。大学芋ができました。大学芋も揚げずに作るんですよ。カロリーとか。極力シンプルに。手間をかけることは心をかけることって言われてて、私もお料理を手間をかけるっていうより心をかけてしようと思ってやってます。今井さんは尾道の方になるんですか？田尻っていうとこです。お父さんが作ってくれる野菜がすごい美味しくって、いっぱい野菜をくれるたんびに友達とかにご飯作って振る舞ってたんですよ。美味しいね、野菜がめっちゃ美味しいねって褒めてくれるのが嬉しくって、なんかお店にしたいなって思って、お父さんには内緒で始めたんですよ。いいなぁ。これは前の日からつけてたよ。その世代なんですけど、でも今は。なんかそれもまた常連さんからは好評で。ここが、ね、狭いってあれですね。当たりますよね。すいませんね。よいしょ。電子レンジでチンもできる容器なんで、なんか夕方とかにもそのまま晩ご飯とかで頼まれる方もいます。こんなにいっぱい入れるから閉まらなくなっちゃうんですよ。
そう、うちのお父さんが育ててくれたから作ってくれてたお弁当みたいなのをイメージで作ってます。そうありがとうございます。結構よし。蓋がね、ほら閉まらないんですよ。さっきお話しされてる間にもうおでんの出汁もできました。もうそれ皆さんと一緒ですね。そうやって見てますでしょう。ランチの予約が23人。36歳です。はい。帰ったら子供がまたご飯作ったら美味しいって喜んでくれるれいちゃんです。ちっちゃいおかみ、若おかみって言われて。大学卒業するときに結婚して、はい、子供が生まれて、友達が保険屋で働いてて、その子がなんかケーキバイキングがあるからケーキに釣られて行ったら保険屋で働きませんかっていう勧誘だったんですよ。子育てをしている自分からするとすごくかっこいい存在に見える。働きたいってなったんですよ。そのね、保険屋さんに就職しました。思いそうですね。確かに。しっかり味を染み込ますためにまず圧力鍋で火を通していきます。しっかり、私はしっかりするっていうのを目標に。もう一個レンコン切りますね。お昼も夜も予約してる、インスタか電話から。面白いですね。言われてよかったです。お客さんとかでもうちの子はできるかなってめっちゃ思う。出るんでめっちゃありがたいです。あえて打ちっぱなしみたいにしてるのはこだわりですか？もともとその物件がすごく狭いんで、なるべくこう広く見せるために。でもあんまり焼き色がちょっと良くないですね、これ。いかができてます？結構柚子を近所の人からいっぱいいただいて、それをなんか一応このお店のなんか売りががんもどきなんですよ。実りの売りにしようって思って
豆腐だから揚げ物だけどしっかり満足感あるのに罪悪感があんまりない。お肉も入ってないし、揚げたてを手作りの食べるってなかなか機会がないかなって思って、あ、でもなんとなくわかります。私借金してますもん。そうなんですよ。なんかね、今数字が出てきた。いやだから岡大様々なんですよ。食文化とかで、私もその栄養士になりたいなって思って。よし。6個だけ。角がなくってちょっと甘みがある11時のお客さん用。忘れてましたね。今日何回か尾道蔵さんの本と尾道食前酢に出しているお酢です。ラーメンはがっつりこうちゃん。中国地方では珍しい豚骨カレーです。麺は北海道小麦 100% です。お腹いっぱいになるラーメンを作りたいと私は思ってます。ラーメンはがっつりこうちゃん。どうぞ奥から詰めてお願いします。いや、あれ結局 YouTube で見てないんですよ。あ、まだ上がってないんですよ。そう。おでん5種盛りがメインになります。おにぎりが一つついてきます。卵黄の醤油漬け、南高梅、焼きそばからお選びいただけます。好きなのは梅。いらっしゃいませ。あ、すいません。お待たせ。どうぞ。こちら食前のお酢になります。イチジクのお酢で、これから食べるものの血糖値の上昇を穏やかにしてくれる効果がございます。卵黄と、はい、南高梅とはい、スッキリで私が歌いましょうか。いらっしゃいませ。11時のお客様。はい、どうぞ。ある人にさ、ことありそうな人があるんだけどね。なるじゃん。そうそう。あ、
卵黄醤油と梅で。はい、かしこまりました。出ます。出来たてです。なんかいつも出てるんですよ。いいですね。下からその角度から撮られるんで、私がもうめちゃめちゃ二重顎なんですよ。お客様に気をつけて撮ってねって言ってます。止まった方がいいですか？大丈夫です。いや今日は私は本社というか内容がイラってしたっけ、重いですって書いた。何年前でしたっけ、私一緒に福山マラソン走ったんですよ。もう君は制限時間内に間に合わないからリタイアしろって言われて。足切りがあるんですよ。そうなんです。私は38。おー、あ、昨日初めだった。これのさ、これです。そうなんじゃ。ラメはうちの92のおばあちゃんが毎年つけてくれてるんですよ。そう。長生きしてもらわんと困るなって思って。ちょっと。サバ待ってね。すいません。団子のお客様、お待たせしました。前から失礼いたします。お待たせしました。梅干しのお客様、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、すいません。お待たせしました。まあ今週先週とねいろいろなことがあります。お待たせしま美味しいした。多分ガンモドキで有名になったんだって。これを食べたいがためにマルシェとかでも列が並ぶっていう。もう外はカリッと中はふわっとして上手食レポ。すごい。唯一無二ですね。このお店にちょくちょく来るっていうみたいなのがあればちょっと聞きたいんですけど。おかみの人柄ですね。ちょっと天然ボケなとこもあるので面白い方なんで。はい、団子ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。プロブレム。すいません。そこで2個ないですか。ごめんなさい。あ、2個の。ごめんなさい。あ、シーロ。はい、いただきます。緊張するよね。手元ありがとうございます。すごい覚えてくれてるやん。あれが寒かった。おいしいから。美味しい。これマジで美味しいね。うわあ、いいな。若い。若い。いいな。1個だけでいい。パクチーいい感じ全然。なんていうの？こっちの茶色い方がすやすやですね。ありがとうございます。はい。さあ、なったらすぐに言ってもらおう。
さっきりを頼みました。僕はすやすやガンモがめちゃめちゃうまいです。それ単体で何個でもいけるぐらい食べたことあるガンモとはなんか全く違うなと思って想像以上でした。めちゃめちゃガンモがうまいじゃんと。店主さんはどんな感じでした？リールで見たまんまの方だな。よかったいいようにね言ってくれてすやすや。ありがとうございますごめんなさい。こぼしながら入れるとき。ここに来たかったんですずっと。ね、TikTok で見て。私もすっごいいい美味しい。ご飯はどうでした？すっごい美味しい。おむすびも美味しい。でもだけどガンモが10個食べれる。ありがとうございます。覚えやすい。お客さん優しいんですよね。いいとこですよね、このお店の。すやすやです。お待たせしました。すやすや眠りそうです。はい、かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。見ます。うどんそうだから岡山。ありがとうございます。ありがとうございます。カフェに行こうかな。カフェでまったりしていこうかなって思います。楽しんでください。はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。あ、今からお仕事ですか？そうなんです。12時のお弁当はよく頼まれるんですか？初めてですね。今日は2時半から仕事なんで何時までお仕事です10時までです。そうですね。これ食べて頑張ります。晩ご飯ですね。か？ありがとうございました。はい。お好きなお席どうぞ。寒かったら膝掛けも使ってくださいね。お好きなお席にどうぞ。すいません、いらっしゃいませ。左右にしてるんです。今寒いかな。あ、時期的なあ、そう問題です。そうそうそう。猫みたい。ありがとう。いらっしゃいませ。前から失礼します。誰それ美味しかった。止まった方がいいですか？動いててもいいです。ありがとうございます。ユリってなんでこんなに顔がそうもうファニーズルですらなんかいやあれがどうにかしようとするが見ちゃうお互いめちゃくちゃなこと言ってるバカみたいにあいつにちゃんから見えるでもさ、大木さんの時から本当に一番背高いじゃん。私の中で何か概念はこうされたりすいません、前から失礼いたします。お待たせしました。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。まだ飲まないとね、休館日にあります。外だったし。店内ぐるぐるして食べるのね。でもベジってお会計するの。それを名付けられた少年いや文字が漢字が下文字。
すごい。いや、じゃあやろうと思ったらできるんですね。インスタで変気持ちが出てきました。穏やかに過ごす。はい、すいません、前から失礼いたします。お待たせしました。はい。作風は最高です。お仕事中です。すごくいいです。なんか夜の土曜日とかもされてるみたいなので、ちょっと今度家族で来ようかなと思います。スッキリにはローズマリーが入ってて、独特のすっきりした香りをお楽しみください。目の疲れ、肩こりに効果がございます。晴れ晴れです。当分の仕事を頑張る。花の香りがすると結構すっきりした感じ。忙しいっていうよりはいつも通りにちょっとできない。緊張します。ありがとうございます。ありがとう。いつもすいません。ありがとうございます。いません。生地の前焼けた。だけお願いします。はい、すみません。ありがとうございます。スタッフこっちに出てもらって。左に持ち上げてます。おにぎりじゃ3種類で。すごい、そこにあります。去年の8月にオープンして、今ちょうど。あ、ほんまや。ちゃんと許可を得る。いいです。フリー素材なんで。お酒を一部後で買ったりする。ちょっと甘めのおでんに合うように辛口に。しかも一人でやってるんですか？あ、そうなんです。すごい。はい、すいません。ありがとうございます。前から失礼いたします。はい、お待たせしました。はい、金額で。はい。ありがとうございます。ラーメンです。ごゆっくりどうぞ。すごいいいカメラですね。ありがとう。それこそ40万人とかいたら。去年かな、広め市場初めて行ってハマりすぎて。ありがとうございます。お二人分一緒に入れさせてもらってます。2、3杯飲めると思います。お弁当とガンモ、お弁当とガンモで、お弁当もすごい美味しいんですよ。ちょっとおにぎり3個食べる。本当さんでした。ありがとうございます。お気をつけて。いってらっしゃい。ありがとうございます。お気をつけて、いってらっしゃい。ありがとうございます。4500円。大学地図か。大学いや全然違う。30です。はい、ちょうど頂戴します。ダンサーお気をつけて。ありがとうございます。いってらっしゃい。インスタで見てきました。めっちゃ優しくて明るい。おにぎり。めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっと尾道観光しようかなっていう感じです。楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何をきっかけにこれ買ったの？インスタで流れてきて、で美味しそうだなと思って誘いました娘を。
美味しかったし、なんか雰囲気もすごく良くて楽しく、すごい明るい方でお話も楽しかった。頼まれた料理の中で美味しかったものとかってあったり？ガンモ。なんか食べたらすごいふわふわでサクふわ。おにぎりは本当はおかわりしたかったんですけど、なくてお米が。今度またチャレンジリベンジしようって。アイスもなかったくて帰ります。じゃあ楽しんでください。はい、ありがとうございます。すいません。失礼します。おはようございます。もうハイライトってです。はい。ありがとうございお疲れ様ます。いつもありがとうございます。いつもケーキを持ってきてくださるんです。差し入れでありがとうございます。いえ、どういたしまして。ここがオープンしてからもう何度か通わせてもらってます。ちょっと今日は仕事前に寄らせていただきました。やはり料理も美味しいんですけれども、やはりおかみさんの人柄の良さっていうのがすごく料理も伝わってて、そういった料理になってると思います。ここの代名詞みたいなのが卵黄のおにぎり。最後に今井さんの人柄をちょっと聞きたいんですけど。いやもう笑顔が素敵な、すごくもういわゆるもう美人おかみっていうね、他のお客様にもね好まれているっていうのはすごく伝わってくると思います。本当は今日ここを撮影されるっていうのは知ってたっていうか教えていただいたんですけれども来れなくて、いやもしよろしければ夜の実りもぜひ撮影に来ていただければと思います。帰ってご飯作ります。終わりです。今の仕事とセイボリーの仕事だとどっちが自分に合ってるなみたいなのってあったりされますか？じゃ全然どっちも合ってると思うんですよ。転職なぐらい。これです。そうだいぶ痩せてるんですよこの時は。これです。真ん中じゃないですか。でそれ表彰式なんですけど、契約をいっぱい取った新人っていうか若手部門、営業の仕事って求められる数字をしないといけないじゃないですか。真面目にしすぎちゃって本当に仕事で病んでしまう。落ち込んだった時に尾道っていう場所とそのお店ご飯食べて元気をもらったっていうの人たちに恩返ししたいなって涙が出るぐらい美味しかったんで、なんかそれで救われた瞬間があったんですよ。人に振る舞いたいっていうとこから薬膳マイスターと和漢薬膳師の資格を通信で取りました。週に2回営業を1年間常連さんがついてくれたんで、それをもとにマルシェとか出店したらいつも見てますとか応援してますっていう言葉で、なんかもう頑張るしかないなって、ここで絶対にストップしたくないなって思って頑張りました。前向きに場所が移転したっていうお知らせをしたいなって思って、これじゃあそのお客さんも来ても何の楽しみもワクワクもしないなって思って、当初の予定の450万より全然もう倍ぐらいに850万円負債をまず背負って、はい、このお店をスタートしたと。はい、後悔はしてないです。今はすごい毎日が楽しいです。これお弁当持って帰って、あとなんか編集疲れると思って蒸気でアイマスクぐっすり寝てください。はい、ありがとうございます。はい、目標は尾道の明かりになるようにずっと続けていきたいなって思ってます。お子さんを連れて入ってくれるママさんたちも多くって、保育園とか小学校とかの近くでお惣菜屋さんやりたいなってちょっと夢ができました。なんか働くママさんたちの力になりたいです。お客様に愛を込めて心をかけて全て作ってます。応援がすごく私の力になってます。元気な限り頑張ります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。
メリカももらいます。はい、どうぞどうぞ。おにぎりのパンパンみたいなやつ持って。来ました。まあ子供との両立が大変かなというところですね。あ、切れた。やばいね。エアコン。そうです。ちょっとでも涼しくなれば、あんまり効かんのんですけど、ないよりかはマシな。正直にお願いします。これちなみにどれぐらいの大きさなんですか、この1.5畳。1.5畳ですか。そう父が作ってくれたの。炙りネギ味噌っていうおにぎりのに塗る味噌です。隠し味はちょっとニンニクなんですけど、味噌も火入れてるんで香ばしく、でもみりんでちょっとまろやかに、塩気もあって、もうこの時期にぴったりかなっていう。火を作ってくれん。でも作ってくれん。でもごぼうもあげんと。ごぼうはあるかは後でごぼうする。で、石にテント引いて寝るのはちょっと。スノーピーク。本当ですか？いや、本当です。何かに行動を起こして。ちなみにどうで看護師さんされたんですか？勤め。すみません。きっかけはもともと飲食店をやりたくて、過疎化してきたこの街をもうちょっと元気づけるために何かに行動を起こして、なんかみんなに喜んでもらえたらいいなと思って。さきさん、ちなみにお母さんの料理で一番好きなのは何ですか？おにぎりです。うるさい。いや。めっちゃすごいんだけど。
ですよね。なんかあとは楽な仕事はもうほんまにないって思います。日焼けさんのすごい香りがいいのり100枚で5000円ぐらいするよね多分。100枚で？なんか海苔もすごい値上がってて、お米と一緒になんか不作みたいで。メニューの紹介をじゃあお願いします。はい。三崎屋で一番人気のごぼう天なんですけど、もうお客さんがすごいリピートしてくださって、美味しい美味しいって買ってくださるので、もうほんとダントツ。山椒ちりめんもすごい佃煮屋さんの無添加の山椒ちりめんすごいいろいろ食べて、試してみたんですけど、すごい美味しいので、第2位です。はい、第3位は、エビマヨおにぎりで、エビの食感にすごいこだわって、何回も茹で方とか試してみて作ったんで、もうぜひ食べてみてください。初めて来られる方に、ちょっとこれをぜひ食べてみてくださいっていうのがあれば。もうぜひごぼう天を食べてみてください。はい。まあ、エビマヨもおすすめなんですけども、ごぼう天すごいリピートしてくださるんで、はい。三崎屋と言ったらごぼう天で。視聴者さんが、海外の県外の方が多くて、ちょっと初めてこれ見てお客さんが来ちゃった。マジですか？はい。こんにちは。はい、どうも。こんにちは。どうぞどうぞ。山椒が2つと高菜と高菜、はい。エビエビマヨ。はい。4点。そうなんです。おやすみです。エビマヨ。はい。4点で。ちょうどですね。ありがとうございます。そっくり。下です。あれなんですよ、おにぎりが。明日金曜日は次来る。これのごぼう天は。はい。バーヤのうまいよかって。はい、本当ですか、嬉しいです。バーヤのうまいよかって。はい、本当ですか、嬉しいです。次の日バスケの方。あれ男の方です。女よ。女？お父さん。手の高。知らん。今日会ってないけ。本当ですか。本当ですね。確かに。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。お兄さんの一番のおすすめちょっと聞きたいんですけど。山椒とごぼう天と高菜かな。
ここは通り道だけ、おいで知っとるけ。お二人の雰囲気とかはどうですか？ええんじゃないんかわいいけ。ヒッチハイクみたいですね、店長。めっちゃ言われます。ヒッチハイクしおるんか思うて入ってきたわ、ってで。いうおじさんとか結構いました、最初の方は。これがやっぱ一番効果あるんですか？わかんないですけど、やらないよりマシかな。店長が担当なんですか？暇になったら母も出てきて、なるほど。一緒にやります。人担当みたいな。こんにちは。何がいいかな？何がいいですかね。明太子。ある？ありますよ。明太子。梅がいい。梅が一つ。3点で。3個で。はい、ありがとうございます。ありますよ。明太子。それから、はい。あれがいい。どこから来られました？左町？すぐそこです。駅の方で。はい。梅これです。はい。で、こっちが明太子です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。鍵貸してもらっていい？今年で36になります。36。今、お子さんは何人いらっしゃるんですか？2人で2歳と4歳です。一日のスケジュールで言うと、何時に起きられるんですか？じゃあ。5時に起きて、ご飯作って、6時に子供たちにご飯食べさせて、で、7時から保育園預けれるので、7時ぐらいに連れてって、で、そこから仕込みして、10時ぐらいからここっていう感じです。育児、子供との両立が大変かなというところですね。それでもやっぱり、進化はやりたいことですか？そうですね。やっぱ楽しく
仕事をしてる姿を、まあ、子供たちにも見せたいなっていうふうに思いますし、何より自分が楽しいことをしてる方が、なんか家族もうまくいくじゃないけど、そういう感覚なんで、キッチンカーは続けていきたいです。手作りです。メニューの文字とか、こういう。あ、字も私が書きました。はい。いや、すごい可愛らしい字やなと思って。本当ですか？はい。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。名前と、はい。何しましょう。ごぼう天2つ。ごぼう天2つ。4点で。はい。ごぼう天。ああ、わかりました。山田今から仕事帰ってしまう。はい。またちょっと。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またお願いしまたお願いします。ます。今日買ったのは、ごぼう天と高菜とツナマヨ。よくくれてくださいね。おすすめ教えてもらえたらちょっと。おすすめはごぼう天ですね、やっぱり。まあ、全種類食べたんですけど、一番美味しかった。どういうところが美味しかったですか、なんか。他のは、にないパリパリ感があるんですよ、やっぱり。食べた時に。あと、ご飯も美味しいですね。これはなぜこのお米を使われてる？八坂米を特別栽培米で、なんか農薬も半分に減らして作られているっていうところもなんか素敵だなって思って、頼んで食べてみたらすごい美味しくて、米もでも塩もですし、それなんかこだわれるところはもう全部こだわって、もう私たちの味を作っていきたいなっていう思いでやって。値段がこだわってる割にそんなに高くないなって印象を受けたんですけど、いや高すぎたら売れないかなっていう不安からあげるのがガソリン代とかもすぐ近くなんで、もうほぼ市内とかに行ってたら結構もうやっていけれない感じになるかなって思うんですけど、削れるところは削って値段に反映してっていう感じです。一緒に働いてみてどうですか？怒られてばっかりなんですよ。ここだけの話で。怒られてばっかりで、はい、頑張ってます。怒られてても楽しいですか？そうですね。やりがいというか、お客様が美味しい美味しいって、食べていただいて、また次の日に来てくださったりとかで、リピートをしてくださるお客さんもおられて、本当に嬉しいなと思います。はい。やりがいはあります。ごめんなさい。
兄弟ですか？違います？20円のお返しですね。めったに、たまたま。たまたま一回行ってでキッチンカーがあったって聞いてで1時間ぐらい前に帰り寄るかな。そうだったんですね。はい。お待たせいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もらってすみません。ごめんなさい。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。6点で。はい、ありがとうございます。合計1500。アメリカのもらえます？はい、どうぞ。あれ。あ、切れた。やばいね。ちょっとガソリンついてこれる？うん。行ってくる？うん。いいよ。いい？うん。かける？そっちは秋がさすが
昆布高菜ちりめん。ちょっと待って。作ってから行こうか。うん。でも作ってから。すいません、次。あ、こんにちは。先生じゃん。あ、こちらになります。すいません、お待たせしてます。横か一つと、はい。山椒ちりめんを一つ。はい、楽天で。はい、ありがとうございます。店主さんが、はい。うちの病院の患者さん自由です。あ、そうなんですか。ワンちゃんがだからちょっとおすすめがあったらお伺いしたいんですけど。好きなんで、梅ばっか好きなんですけど、はい。ごぼ天ですね。大店ですか。はい。じゃあお待たせしました。ありがとうございました。明太子。それ動画も写真。はい、1000円お預かりします。ありがとうございます。切っちゃったです。なんかあれですよね、なんかお待たせしました。最初ちりめん。はい。とごぼう天で。20円のお返しですね。めったにたまたま。今日はごぼう天と山椒チリ。なんで今日はこれを選んだの？いや、おすすめなんで食べてみようかな。なるほど。はい。なんかたまにおるんです、立ってる人がおにぎりの看板みたいなやつ持って。だから、まあちょっと気になってたんで、まあ寄ろうかな、みたいな。ありがとうございます。こんにちは。ごぼうと、はい。ツナマヨで。ツナマヨで。はい。はい。おにぎり3つですね。はい。はい、すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで市内じゃなくて白木町にわざわざキッチンカーを出そうと思ったんですか？常連さんとかもついてくださるようになったらもうその方を大事にしたいというか、まあ地元も好きですし、もう白木町でやっていこうというふうに決めました。なんか、もともと母は古民家でしたいって言ってて。あ、そうなんですか？そうなんです。だけどなんかまあ資金面でキッチンカーにしたんですけど。
ゆくゆくは、なんか畑があって、そこで野菜育てながら、古民家で、ランチして、っていうのが素敵だなっていうふうに。もう夢の、まだまだ先の話かな。売り上げで言うと今1日どれぐらいなんですか？平日だったら3万いかないぐらいで、少なかったら1万円台の時もあります。はい、お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございます。トラックが壊れてる。風が強すぎて。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。今後の目標があればお伺いしたいんですけど。はい。子供がまだちっちゃく、いつになるかわからないんですけど、店舗を持ちたいなっていうふうに思って頑張ります。小沢さん、いつも来てるお客さんに一言あれば。いや、本当に一人一人皆さんに感謝してるんですけど、美味しかったよって言ってもらって、また買いに来たよって言われるのが本当に嬉しくって、これからの励みにもなるので、本当に感謝してます。はい。ありがとうございます。お米自体も楽しんでもらいたいんですけれども、今までにないメニューも考えて、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。
はい餃子ですここおしまいかな子供のが4人いまして5人男状態ものは何？朝まするか？なんでそう言わないといけないの？どこまで走り続けれるかこれからちょっと前に出た新聞なんですけどうちの概要分かってるし年齢も載るんですよね中国新聞ってこれでも1年前なんで一切若い時の2階が自宅になってまして、母と父と兄が一緒に住んでます。私は結婚して出てるんで、今も今日2人の子供を送って小学生2人送り出してきました。はい。お店はもう長くやられてるとお伺いしたんで、どれぐらい何年？昭和30年からやっていて、祖母の時代からやってて、祖母がラーメン屋やって、でうちの父がその次にお店をレストランとして出して、でその後レストランと出してさらにここへも来てファミリーレストランになったみたいな感じですね。はい。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと教えてやれないんですけど、足はそれ。三輪車に小指をぶつけて爪が取れてます。金曜日の夜にぶつけたんですけど、3連休で病院も行けず、はい、で今日もあるし、私木曜日しか休みがないんで基本。木曜日まで痛かったら病院行こうかなみたいな。どこまで走り続けれるかこれから。どの年代でも入れるけど、まあいいのはいいんかな。いきます。はい。はいはいはい。今日は。お別の変わったものは何？朝まするか？もしからだったら。定食するや。まで安い。息子がいるんですが、父親としてどう接していいのか、死の記憶がないからではないのかと。だが、そうしてみんな父親のことが知りたいんです。お客さん喜ぶよ、3枚。さのは、やじいけど。どうも。はい、お父さん。もうずっとマリソーさんですか？そうそう。あそこで買って、魚はね。割と地域のお店に頼んどって、会長がもうだって、その前からもうずっとセラの人でやっとるけ、地元に強いですよね。今年ね、大きい島安いよね、マジで。今どのぐらい？
でこれでなんなら家帰ったら見るあってなったらない。あ、いい香り。出汁が出やすい。よいしょ。提供する刺身とも朝さばいてから。そうそうです。ね。白身はメインでやるだけ毎日変わるというか毎日仕入れる。結構よく出るんですか、お寿司というかお刺身とかは。そうそう、刺身も出るし、コース料理とかあったらね、必ず出るし。毎朝がコーヒーかパン勧めても食べられないし、コーヒーだけは好きなの。できるだけ早い方がいいっていう。一応砂糖と塩と合わせるよ。
これ何キロになるんですか？これ5キロです。1日に大体どれぐらいのサーロインを？本当ね、まちまちすぎるんで、これ、観光シーズンは1日サーロインが20ぐらい出たりするんですけど、これメニューで何に使うお肉なんですか？セラ牛サーロインステーキとセラ牛ステーキ、この脂身がしっかりついてるタイプで、肉質は基本的に柔らかいです。他のステーキ屋さんに比べると一応リーズナブルな方かなと。これはセラで育てた牛肉になるんですか？そうですね、セラの緑牧場ってところで育ててるステーキ。大体これ厚さはどれぐらい提供されてるんですか？12ミリとかそのぐらいなんですけど、グラム的には190グラムで。オリジナルステーキはまた違う肉になるんですか？あれはね、違うんですよ。最初はね、オリジナルはリーズナブルに牛肉を出そうってことで、先代が考案した料理なんですけど、狂牛病とかいろんなことがあって、値段がめちゃくちゃ上がったんですよ。昭和60年ぐらいに始めて、その時の値段で今4倍ぐらいになってるね、肉の値段。お肉の部位とか味でどう？牛の横隔膜っていうもうほぼ赤身の肉なんで、バターとか玉ねぎを入れてコクを出すような感じにして、味付けは醤油ベースの甘辛なタレでやってます。これちなみに何のメニューの？カツ丼とロースカツ。そうですね、これもセラの高原豚っていう。何のメニューに使われますか？とんかつとかカツ丼に使われます。あとはレギュラーメニューにはないんですけど、薄切りにして豚しゃぶにしたりとか、うち予約でおまかせコースとかもやってる。用ですね。今はご飯はい。どうぞ。これラーメンの出汁です。何ラーメンなんですか？このラーメン。豚骨ですね。出汁をずっと常時沸かしてる。そうですね。これ創業からやってるラーメンなんで、普通の豚骨ラーメンなんですけど、げんこつじゃなくて骨じゃなくて豚足を使ってるんですよ。これ豚足を使うと味はどういう風に？ちょっとね、一般的なげんこつと出汁が出やすいんで。何回もお水変えるんです3回ぐらい変えて味付けをして今はもうね切ったものが来るからいいんですけど、前は長くしてそれを炊くところからやってたみたいです。こんなにメニューがあるのに一個一個に手をかけられてるんです。そうですね、先代からやってることなので同じ味を守っていかないといけないと思ってるからやってます。
でちょっと馴染んだ方が美味しいです。ここ苦いから。なるべくある野菜が安い時には漬物、定食に漬物は手作りを出そうとしてるんですよね。それできゅうりがある限りこのからし火をつけて出すように心がけて、漬物とサラダと味噌汁とメインで必ずついていく。大体市販のものを使われる飲食店が多いと思うんですけど、これは昔からもう手作り。手間暇かかるし、野菜が高い場合はそうでもそういうこともできないことも、美味しい漬物がねいったら。ポン酢をかけて出します。レジの横の募金を預けに行きます。ちょっとね、受け取ってくれてるかどうかがね、わからんのですけどちなみに世良はいつから住んでるんですか？生まれた時から。大学4年間東京、修行3年間広島市内。レストラン専攻で4年間、その経営とか歴史とか、ミステリーショッパーとかしてます。なんかね、いろんなレストランに行って、はい、なんかそのレストランの良し悪しを書いてとか、そういうような、間違えたりか、そういう風な感じのやつがあるんですよ。そういうのやったりとか、授業でですよ、大学の。面白い。ここはね、社会福祉協議会と、あとは自治センターが一緒になってるところなんですけど。はい、これは100円玉。はい、ありがとうございます。すいません。数えてきます。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。で、あとは車椅子を、父の車椅子を借りてたんですけど、それの返却に来たんですけど。あれいくらぐらい募金があったんですか？5000円ぐらいかな、多分。そんなにたくさんじゃないとは思いますよ。おいくつの時に広島には23で大学卒業した後3年間広島の広越ってわかります？八雲とかっていうところ。わかります。はい。あそこで3年間させてもらって、大学時代に、夜間に調理師学校も通ってます。これ何ですか？これお客様がご寄与してくださったものを今日ちょっと社会福祉協議会に持って行って、これだけ集まったよっていう印の領収です。はい。
れも地元のお豆腐なんですよ。何にしてない？何がどうしたらいい？使うよ。これもさっき言ったように和食のセットとかにつくやつ。ちょっと持ってくるね。うん、ちょっと待って。はい。すごい大きいね。はい。じゃあこれは発泡醤油？ちょっと使ってみて言うて。テイさんが店長さんになるんですか、じゃあ。代表？はい。ご家族はどんな感じなの？子供のが4人いまして、年少、年中、小2、小4で全員男子です。5人男状態です。はい。PTA の本部もしてて。そういうことです。で、さっき言った小交換青年部に入ったりとか。そういうこともしてるんで。じゃあ何時に起きて6時に起きて、はい、主人のお弁当を作って小学生2人のご飯を準備して、で次保育園の子のご飯を2人準備してで食べて出てくるみたいな。出勤はでもいつも大体この9時ぐらい。9時ぐらい。9時ぐらい。何時まで働くんですか？9時ぐらい。だから3時に1回昼営業が終わって、そこから今度は家帰って朝のぐちゃぐちゃのやつを直して洗濯も入れて、でそしたらその小学生が帰ってきて、で今度は5時に保育園の子を迎えに行って、ここで夕飯食べさせてます。平日はね。はい。で夜営業出てます。はい。なんで子供がここで生活して夕飯食べつつ仕事してるみたいな感じ。主人普通にサラリーマンなんですけど、ご飯食べずに待ってくれてるんで。そこから2人でご飯食べてみたいな感じです。うちが大体勧めるのはセラミノリギで、あとはセラ高原豚でこのカツ系ですよね。和食がって言われるとこれが一番よく出ます。地元の人が一番よく出るのはオリジナルステーキ。祖母が、創業してラーメン屋だった。で父が26の時に帰ってきて洋食屋を始めたんですけど、あんまりねその当時洋食屋っていうと
田舎だから馴染みがなかったんですよ。でそういう時に醤油ベースでステーキを食べる、しかも大根おろしと一緒にちょっとすき焼き風に甘辛くしたタレで食べるっていうので、これがすごくヒットして、セラの人がご褒美に食べるステーキみたいな感じで結構みんな言ってくれてかな。でなんかね、70歳以上になると今度はやっぱり懐かしいよねって言ってラーメンになる。祖母の時代からのラーメンなんで、麺とかも最初の創業の時の麺屋さんのまんまだし、後で多分丼とかも見てもらったらささやかって書いてある丼使ってるんですよ、でそこに電話番号書いてあるんですよ。でなんでかって言ったら、昔は出前とかしょったんでなくなるんですって丼が。なんでそういう感じで昔から使ってる丼で今このラーメンを出してて、なおかつ地元の人にも結構受けがいい。この3つですね。完全にラーメンか花かごかオリジナル。もうちょっと前だったら 90% も地元のお客さんですよってもう胸を張って言えるぐらい地元の人が多かったんですけど、今もう土日とかになるとこう地元の人は「谷さん忙しいからまたにしようね」ってなって観光客の方がすごい増えてる状態なんで、やっぱり観光の人にも目が引くようなメニュー構成みたいな感じで、なおかつ地元の人が昔からあるものは絶対残すみたいな感じでメニュー構成をしようかなっていう感じになってますね。はい。
飼い主さんの美味しいけな。あ、ほんま。今日は何の集まりですか？仲良しよしか。何年くらい通ってますか？もう何十年ってことね。20年ぐらい。代が変わってもここだけね。お父さん代からラーメンが有名だ。ちなみにこのお店に通う理由とかあったら教えてもらっていいですか？いろいろ食べるもんがあるけどな。子供から年寄りまで。美味しい美味しい。はい、餃子です。ここおしまいかな。頼んでよったけ。はい、ロータス3つね、これ。あ、餃子出ました。昼はこれが多いんですよ。いつも来たら私はこれだけね、美味しいけね、好きなんよ。いろんな天ぷら、いろいろなんがあってね。普段よく来られるんです。そうなんよ。来たらこれもう、あご。ここ長いけね、前から。そうかしたことあるよね、ここ。これからもまた来たいですか？そりゃそう。もちろん。美味しいんだっけ。はいどうぞ。はいすいません。いつ頃までに言うたら今月1日まで。ああ全然十分。2週間前ぐらいまで入れてくれて。子供の頃から赤ちゃんの頃からです。仕出しもしてくださるからね。来た時は頼むメニューは一緒ですか？わー、今回ちょっと違うんですけど、このお味噌汁がね、すごく美味しいんです。出汁が効いて。これがね、大好きなんです。だいぶ前の話なんですけど、ここでラーメン食べます。で、家帰って、ゆっくりしてたら、やばラーメン食べてるなってきたなーってなってて、で、また家ちょっと飛び出してて、食べに行ったっていう、癖になりますね。毎日みたいですね。
一応出だしがねやっぱ11時にいっぱいになることが多いからん早い時間に来られる方が結構いらっしゃいます。はい。これですよね。これ何を頼まれたんですか？これオリジナルステーキです。セラの方です皆さん。いや違います。お仕事で、はい、東京から東京から初めて。初めてですか？なんで今日はオリジナルステーキを頼まれたんですか？なんかおすすめ紹介されて、はい、セラの方に実際に食べてみて味どうですか？美味しいです。すごい柔らかいですね。なんでこっちちなみにお兄さんだけ今日は食べてこれはなんで飲みすぎて。僕は東京の代々木にいた時にこの辺で洋食やめる45年前だから洋食始めるのに醤油とか味噌をベースにした洋食のがいけるだろうと思って僕はやり始めた当初ラーメンが3割でこれが3割要は僕は洋食やってもほぼこっち帰っては味噌とか醤油を使った、まあ、大体代々木で習ってきたんだけど、東京仕込みをじゃあそうそうまあ東京仕込みや東京仕込み当時これは珍しかったからね。今日のケーキがアップルピーチと抹茶とあとフランボワーズ。すごい大人気ですね。11時台に来る方は日替わりを最初10食か12食しかないんですよ。なんで日替わりを目当てに来られる方も結構多いです。今みたいに女子会の方とか花かご御殿とかあとはまあ病院の帰りとかも。
ザルと結び。お待たせいたしました。プラスワン。天ぷらはどうですか。美味しいです。ここ近いんでほぼ毎日来ております。はい。もっと昔鉱山の街中にささやかいうラーメン屋が先代がされとった。その頃からずっとお付き合いしております。かれこれ50年近くお付き合いありますかね。ここの店が70年で、ここのマスターと同級生ですから71です。初めて来るならこれっていうメニューがあったらお伺いしたいんですけど。まあオリジナル定食と刺身のセット、辛口ではありますけど、お肉を柔らかく食べやすいと、そんなところですね。そうなんですか。美味しいです。とても美味しい。オリジナルステーキです。はい、どうぞ。いつもタイには来られるんですか。はい、時々来ます。地元の方。この辺りでは地元じゃないよ。なぜタイにまで来られるんですか。そうです。ここね、メニューが多いしね、すごく美味しいから。毎回頼むメニューは一緒ですか。違う違う、いつも違うよ。だっていろんなもの食べたいってね。でも主人はまだ、主人は必ずラーメンついてる。それ細麺よ。
17万4240円です。はい。今日は122名の方に来られているので、割と平日にしては忙しい方でした。はい。一番多い日、多いぐらい、連休とか。400、1日で400人ぐらいが多いかな。はい。すごい多いかなっていう時ですね。なんでそういう言わない見学お店の創業の年を教えてください。はい、昭和30年で今年で70周年を迎えました。今頑張ってること、はい、もしくはちょっと頑張っていきたいことあればちょっとお伺いしたいんですけど。そうですね、まず世羅町に来てこう食べるところがないみたいなことを言われるのが一番嫌なので、みんな来ていただいた方に必ずここへ来たらホッとするねみたいなお店になってるといいなと思います。子供が4人いらっしゃるってことだったんですけど、ちょっとそこの含めて頑張ってることがちょっと難しいことがあれば。でも助かってるのは自営だっていうことで、割と子供の行事とか、あとはPTA のこととか参観日とかたくさんあるんだけど、普通の会社員とかだったらなかなか抜け出したりしていくっていうのがなかなか難しいんだけど、こう自営でいろんな自分でやってる調整できるところもあるから、参観日には行ったりとか、それも皆さんの従業員さんとかも分かってくれて行かしてもらったりとかできてるっていうのはすごい嬉しいことかなと思います。ありがとうございます。最後に、はい、お客さんに一言いただいてもいいでしょうか。はい、いつもご来店いただいてありがとうございます。これからもこのセラで一生懸命営業していきたいと思いますのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。